Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの愛しえかしat home 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さてですね、最近の僕ですか、てか僕たちですけど、絶賛ドームコンサートの準備をしております。はい、ありがたいことに、僕たちにとってもね、本当に夢のステージでもあるし、みんなもね、すごく楽しみにしてくれてると思うから、本当に頑張ってね、準備してるし、素敵なね、時間を共有できればなと思っています。皆さん、ドームまでよろしくお願いします。そしてね、最高の時間を共に過ごせたらなと思います。それでは、今週の1曲目をお届けしましょう。NCT127 で、デイドリーム。This program is brought to you by Craft Boss. NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。僕ゆうたが月替わりのテーマに沿って今感じていること、皆さんに聞いてほしいことなどをお話しする動画、クラフトボスのアフタートークが4月から番組終了後にアップされています。見てくれたみんなも、今日初めて見るみんなもありがとう。4月は変化をテーマに僕がお話ししてきましたが、5月は新しいテーマで気ままにトークをします。楽しみに待っていてください。皆さんとリモートで会話しているような、オンラインでつながっているような、そんな動画になっていますので、クラフトボスを飲みながら僕と一緒にお話ししていきましょう。詳しくはこの番組の公式 Twitter をチェックしてみてください。すっきりとした味わいが美味しいクラフトボスコーヒー、今ならラベルの QR コードから音楽必ず聴けるキャンペーンも実施中です。仕事や勉強のお供に、合間に音楽も聴きながら皆さん飲んでください。このラジオの後、クラフトボスのアフタートークもお楽しみに。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聴きください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。先週に引き続き今週もこのコーナーをお届けしましょう。ラジオで旅する妄想コーナー、ラジオでゆう旅。ラジオを聞きながら旅行気分を味わってもらおうというコーナーです。前回どうでしたか皆さん。旅行気分味わえたでしょうか。ちょっとそこはね、不安が残っている部分でありますけど、まあね、前回に引き続き今回もやっていこうと思います。皆さんの住んでいる場所のおすすめスポットやあるある、ご当地の美味しいものや面白い方言、ちょっとした雑学などを教えてもらって、僕とリスナーのみんなで、ラジオで言う旅をしていこうというコーナーでございます。そしてですね、今週もこれまで皆さんからいただいていた、ご当地メッセージを、紹介しながらラジオで言う旅をしていこうと思います。早速ラジオネームひよよよーんさんかわいいね。ひよよよんさんね。以前ゆうたくんがラジオで博多弁が好きと言っていたので、福岡に住んでいる私が博多弁を教えます。よろしくお願いします。まず王道の水筒よは使いません。出た。使わないんだ。めっちゃ好きやねんとかあんま使わんしな、俺らも。大阪の人もね、あんま使わへんのや、実際ね。夢を壊してしまって申し訳ないですが、実際に誰かに好きというときは好きよと。いい。むしろいい。こっちがいい。好きよって言うんだ。好きよか、好きっちゃけん。これもいい。なおいい。例えば、私は NCT が好きっちゃけど、〇〇は何が好きという風に使います。かわいいね。いいね。俺本当に福岡弁好きで、てか九州弁大好きで、いいね。好きよって言われたい。ゆうた好きよって。ゆうた好きっちゃけんって言われたいね。ゆうたくんがいつか福岡に来るのを待っとるけんね。いいね。ありがとうございます。俺も待っとるけん。そうですね。
もし博多弁で告白されたゆうたさんの妄想トークって書いてるんですけど、そうね、本当にさっき言った通り、俺は純粋にやっぱ好きよ。水筒用もいいけど、やっぱゆうたくんのこと好きよって言われたいね。で、先言われたっつって、先言われたってへっなんて言っちゃって、で、俺も好きよっつって、なんやねんこれなんやねん、めっちゃしゃべりぼだったわ今。ごめん。そんな感じで告白されたら嬉しいですね。ニヤつきが止まんね。じゃあ続いてはラジオネーム銀河の警備さんからの福島県のおすすめです。私の地元伊達郡国見町では毎年10月に鹿島神社例大祭という、秋祭りがあります。コロナのせいでもう2年間も中止が続いていますが、今年は祭りができることを願っています。そうだね。やっぱコロナのね、影響で2年間もね、てかもうほとんどのところがそうだと思うけど、本当にね、もうそろそろだとは思うんだけどね、僕も。本当にやっぱ祭りってさ、やっぱテンション上がるじゃん。俺もあんま祭り行ったことないけど、大阪、ほら、天神祭りとかあるじゃん。あるけど、俺、本当に行ったことなくて、お祭り。ほら、お祭りに対してのさ、ほら、なんていうの？ロマンチックだったりさ、なんかそういう、あれがあるわけ。だから、みんなもね、多分お祭りとか行きたいと思うし、早くね、この、鹿島神社のね、例大祭、開催されることを、そして日本全国でね、お祭りが早くできることを僕ゆうたも祈っております。そしてですね、ゆうたび調べによると、鹿島例大祭とは、2日間にわたって行われているお祭りで、みこしと山車が練り歩き、クライマックスには山車と山車がみこしを挟んでぶつかる揉み合いが行われ、大盛り上がりするそうです。すごいですね。なんか、ワイルドなお祭りですね。俺それこそみこしとか担いだことあったかな？あったのかな？でもこういうのも一回やってみたいね。本当にこう、なんて言うんだろうね。こういうのってさ、やっぱ日本ならではだと思うから、で、もし、ここも、妄想になっちゃうんだけど、やっぱね、お祭りは浴衣着たいよね。浴衣着て、で、手繋いで、で、花火がバーンって上がった瞬間に告白するとかね。ベタすぎるごめん。本当にそういうのしか思いつかない。でも、本当にお祭りは行ってみたい。ということでありがとうございます。最後はラジオネーム、餃子とご飯さんからの秋田県のおすすめ。私の地元、秋田県内陸南部の一部地域では、正月に余ったお餅を浅漬けという料理にして食べる風習があります。漬物と思われがちですが、確かにね、浅漬けって言われるとそんな雰囲気ありますね。全く違っていて、鍋にお餅、お酢、砂糖などを入れてトロットロになるまで煮込んで冷やしたものにきゅうりなどをトッピングして食べます。美味しそう。普通に、すごく奇妙な食べ物なので好き嫌いが分かれますが、お酢を入れんのか。お酢、そうだね。好き嫌い分かれそうだねこれ。いやでもなんか写真で見た感じ、なんかすごい美味しそうだけどね。なんか夏っぽさを感じる。なんかむしろこれ夏とかに食べたらすごいこうなんかリフレッシュされる感じしそうだけどね。で、ちなみにですね、ゆうたび調べによりますと、浅漬けは暑い夏にスイーツとしてもよく食べられているそうです。また秋田県には同じく餅を使った干し餅という郷土料理もあり、これはついた餅を伸ばして切ったものを水に浸し、寒さの厳しい時期に冷凍乾燥した食べ物で保存食にもなっているそうです。やっぱすごいですね。やっぱ地域によってさ、こう、なんていうんだろう、伝統っていうか郷土料理っていうのはなんかすごいですね。食べてみたいね。干し餅もそうだし、浅漬けもそうだし。またね、秋田県に行ってなんかね、こういう機会があれば、ぜひ食べてみたいと思います。ということで、ラジオで旅する妄想コーナー、ラジオで言う旅いかがだったでしょうか？皆さんの住んでいるところのおすすめの場所、有名な食べ物や変わった方言など、これからもぜひ教えてください。また皆さんの近くにゆうたと名前がつくスポットやキャラクター、動物などもいたらこちらもゆるーく募集していますので、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではここで一曲、皆さんにお届けしたいと思います。キングヌーでカメレオン。NCT127 ゆうたのゆうた@home。お送りしたのはキングヌーでカメレオンでした。さて、リスナーの皆さんからのメッセージも紹介しようと思います。ラジオネーム水玉さん。ゆうたくんいつもアットホームな時間に癒されています。ゆうたくんはお洗濯好きですか？私は柔軟剤が好きで使い入れるごとに違う香りを試しています。
時々合わないものもありますが、それもよしということで、次はどれにしようかなと選ぶのが日々の楽しみになっています。ゆうたくんはお洗濯のこれかわいいね、お洗濯って言うんだ。お洗濯のこだわりなどありましたら教えてくださいというメッセージを水玉さんからいただきました。そうですね、僕もどうだろうな、お洗濯に対してのこだわりはない気はするね。でもお洗濯をするときにやっぱ一番気を使っているのは色のついてる T シャツと白黒に分けるっていうのは自分の中のルールでしてね、っていうのもお洗濯をするときに一回ね、白い T シャツと赤い T シャツだったかな、なんか忘れたんだけど、それを混ぜて俺のやり方が悪かったのかもしれないけど、それでなんか白に赤が混ざっちゃってどうしようもないなと思っちゃって、そっから白黒で色のついたやつっていうのは分けてやるようにしています。はい。では次行きたいと思います。ラジオネーム福岡のふみちゃんさん、ゆうたくんスタッフさん、いつも楽しい時間をありがとうございます。新年度になりましたね。もう学生ではないのでクラス替えなどの時々はないですが、私は学生の頃はどちらかというと、新年度を楽しく迎えられる方でした。ゆうたくんの学生時代はどうでしたか？やっぱりクラス替えとかドキドキしましたか？何かエピソードあったら教えてください。よろしくお願いしますというメッセージをいただきました。そうですね、学生の頃か。あったね。ドキドキあったよね、やっぱね。やっぱ当時好きな子とかさ、俺たち中学校の時とか5組だったんだけど、その時になんかあわよくばみたいなのはね、狙ってて、そのドキドキ感はあったよね。まあでも、やっぱね、ならないんだよね、なかなかならないし、まあ、当時中学校ってさ、やっぱカッコつけたいじゃん。まあ今もカッコつけたいんだけど、今よりももっとカッコつけてたから、やっぱね、そういう壁はあったよね。ドキドキはあるんだけど、今思い返すとね、本当に子供だったなって思うんだけど、もう通り過ぎるだけでさ、ドキドキしてたことあったじゃん。みんなもあったでしょ？なんかそういうドキドキはあったね。結局まあ喋りかけられなかったんだけどね。そういうちょっと淡い記憶がありますね。では次行きたいと思います。ラジオネーム、ゆたこの本当の名前はマリだよ。ゆたくん、はじめまして。私は40代の御間詩人です。いらっしゃいませ。いつもゆたくんに癒されています。最近この年でチャレンジしたことがあります。それはピアスを自分で開けたということです。すごいですね。ずっと開けたかったのですが、やはり痛いかな、産んだらどうしようなどいろいろ考えてしまい、なかなか開けられなかったんですけど、いざ開けてみると全く痛くなく、なぜ今までこんなに躊躇していたのだろうと後悔しました。ゆたくんはたくさんピアスが開いていますが、自分で開けてますか？あと今までやらなくて損したということはありますか？次の私のチャレンジは卵かけご飯を食べることです。生卵が苦手な私なのですが、家族に卵かけご飯を食べられないなんて人生損してるって言われています。チャレンジできることは後悔しないようにしていきたいと思います。ゆたくん、私に応援お願いします。メッセージありがとうございます。すごいですね。まあピアスね、僕もそんなにもう開いてないけど、やっぱね、そういうのってすごく大事で、なんか始める前ってさ、なんかこう誰かに何か言われたらどうしようとかあるけど、いざやってみるとそんなにあれなんだよね。まあピアスに関してはね、痛くもないし、別に人ってそんなさ、自分のことあんま見てないからさ、意外と気づかれなかったりね、そこがちょっと悲しかったりね、なんてのもしたりするんだけど、やっぱね、なんかしたかったらした方がいいよ。俺もね、へそのピアスめちゃくちゃしたくて、それこそね、これ日本帰った時にね、2年、コロナ前にしたくて、で友達に連れてってもらって開けてもらったんだけど、やっぱね、あの時やってなかったらなんかね、やっときゃよかったなと思ってたと思うし、だからやってよかったなとは思ってる。で、卵かけご飯はね、まあ僕もね、椎茸食べられないんで、食べ物に関してはまあ、それはね、人のあれがあるんで、まあどうこういうあれはないですけど、それでもね、卵かけご飯ね、僕も美味しいと思うので、一回食べてみてください。はい、頑張ってください。では次行きたいと思います。ラジオネーム、クリリンのことかさん。ゆうたくん、ただいま、お帰り。いつもゆうたくんのラジオを楽しみに仕事を頑張っています。ゆうたくん、ズバリ、最近のなんでやねんお願いします。ドームツアー楽しみにしてます。うわー、最近のなんでやねん、ここに来て。そこで今ここのなんでやねん来たか。なんでやねん。ちょっと待って。最近のなんでやねん。てか、最近ってか今なんやけど、この最後で
この質問をしてくるクリリンのことかさんになんでやねんやねんけど俺。なんだろうね。なんでやねん。いや、それこそだからあれじゃない？先々週に言った、もう最近納豆を頼みすぎたこと。それはなんでやねんと思ったけどね。俺またやっちゃった、みたいなね。それなんでやねんみたいなことは思いました。動物は楽しみにしていますとメッセージもいただきました。ありがとうございます。頑張ります。それでは続いての曲をいこうと思います。NCT127 でレモネード。Lemonade. Yuta at home. NCT127 ユータのユータットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターFMだけのスペシャルコンテンツ。今月はユータの一問一答、5つの質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。では早速いっていきましょう。子供の頃の夢はサッカー選手。小学校の時にハマっていた遊びはポケモンのゲームかな。子供の頃よく親から言われた言葉はビータロー。子供の頃好きだったご飯のおかずはこれラジオで紹介したんだけど、大輝のおばちゃんに教えてもらったやつ。子供の頃のあだ名はヘルメット。ということでゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのユータアットホーム。 Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのユータアットホームいかがだったでしょうか。ドームツアー楽しみにしてますというねメッセージもいただいたんですけど、僕は本当にデビューした当初から、東新規先輩のことを見て、で東新規先輩が東京ドームでね5万5千人の観客の前で歌ったり踊ったりして、そのみんなに感動を与えてる姿を見て、俺もこうなりたいと思って韓国に来て、これまでね頑張ってきたので、すごく自分にとっては意味のあるステージになるんじゃないかなと思うし、やっぱりここまで走り抜けてきたメンバーたちだったりね、スタッフの皆さんだったり、それこそシズニーがいなければね本当にそのドームツアーにたどり着けなかったと思うので感謝してるし、だからその分ね本当に頑張ってみんなとね楽しい時間を共有できるように頑張ろうと思うし、でしかも自分的にはすごく意味があるのは、名古屋ドームから始まり東京ドームをし、そしてねやっぱ最後は僕のホームグラウンド大阪のね京セラドームで、締めくくれる今回のドームツアーなので、すごく自分がその時にどんな感情になっているのかとか、そのねペンライトがステージで見えた時にどんな感じなのかとかね、すごく想像するんですけど、本当想像するだけでなんて言うんだろうな、すごく温かい気持ちになれるというか、きっとね一生懸命振ってくれるんだろうなとかっていうのをすごく考えてます。自分が楽しみな分ねみんなもすごく楽しみにしてくれてると思うから、頑張ります。皆さんねぜひ応援よろしくお願いします。ということでですね、皆さんの声を僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージは OD にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。それでは皆さんバイバイ。겁을내지 말아줘. Think about 내 별이. 잠시되지 않아 정말. 나도 This program was brought to you by Craft Boss. 시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 쉐고 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 뭔 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sticker. 내 작품의 주인공. クラフトボスのアフタートークへようこそ。NCT127 のゆうたです。今週もお仕事、学校、家事、お疲れ様です。みんなゴールデンウィークは楽しんでますか？またコメントで教えてください。では今月も早速、コーヒー好きな僕ゆうたとクラフトボスを飲みながらおしゃべりしていきましょう。早速、いただきます。
美味しい。新生活が始まって、1ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、皆さんはどうですか？新しい環境で、一歩踏み出す怖さとかね、不安とかっていうのはあると思うんですけど、その分、やっぱり息抜きも大切だと思います。気持ちを切り替えるために、僕だったらね、音楽を聴いたりするんですけど、皆さんはどうですか？いろいろありますよね。ということでですね、今月は気持ちの切り替えをテーマにお話ししていこうと思います。僕はさっきも言った通りに、やっぱり音楽を聴くことが多々あってですね、ステージの前に音楽を聴いて、僕だったらロックがね、すごく好きなので、ロック音楽を聴いて気持ちを高めたり、そしてステージが終わったら、またバラードだったりね、僕だったら吹奏楽とかも聴くんですけど、そういうのを聴いて、気持ちを落ち着かせて寝たりしますね。以上、クラフトボスのアフタートークでした。ここにある QR コードから音楽が聴けますので、皆さんぜひチェックしてみてください。以上、NCT127 のゆうたでした。来週もクラフトボスを片手に楽しみに待っててください。バイバーイ。